はい、それでは、時間になりましたので、ルッカはじめの一歩、ウェビナーを始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず私の自己紹介なんですけれども、玉井と申します。ですね、なぜかよく間違われるんですけど、なんか関東に住んでる前提でよく仕事のお話をすることが多いんですけど、私自身は奈良県に住んでおりまして、よく明日来てくださいとか言われると、ちょっと出張の手続きがいる、いるのでみたいな話をして、どこにいるんですかみたいな話が本当に結構よくあるんですけど、私は奈良に住んでますと。で、今も、奈良の、私の自宅から、配信しております。はい。でですね、一応、今回、ルッカーのお話をするんですけど、先日、ルッカーの LookML デベロッパーという資格を取得しております。で、もう一つですね、執行してしまってるんですけど、同じ BI ツールの、タブローの認定資格も、持ってましたので、後でタブローのお話も出てくるんですけど、ある程度説得力を持って、ルッカーとかタブローのお話ができるかなと思ってます。はい。で、まず、じゃあ本日お話しすることを先にざっと説明していきます。まず前半、大体2、30分ぐらいは、ルッカーについての説明になります。ルッカーってこういうサービスですよ、製品ですよっていうお話をして、ルッカーの実際の画面を、デモ形式で少し見ていただいて、で、後で、そのデモで見ていただいたところは、こういう機能になってますみたいな形で、ルッカーの説明をしていきます。で、後半の2、30分ぐらいは、ルッカーと他のサービスを一緒に使うと、こういうことができますよみたいなところを紹介していきます。で、AWS の、各種サービスとか、データウェアハウスの、スノーフレークですとか、あと、よく実際どう違うんですかって弊社もよく聞かれるんですけど、タブローとのルッカーの住み分けっていうところについて、話していきたいと思っています。逆に、ちょっと本日お話ししないことも、先に言っておきます。ですね、ちょっとルッカーの具体的な料金体系、実際入れたらいくらかかるのっていうのは、ちょっと今回、詳細な説明はいたしません。もし今回のウェビナーを聞いて、気になる方は、別途、クラスメソッドの公式ホームページですとか、この後、このウェビナーの一番最後にお問い合わせの窓口みたいな紹介はしますので、そこからお問い合わせいただければと思います。あと、ルッカーのそのすごい具体的な使い方みたいなのは今回、お話ししませんと。あくまでルッカーってこういうものですよっていう説明を、メインにしていきます。で、最後に AWS とか、スノーフレークとかタブロー、先ほど、ルッカーと一緒に使ったらどうなるっていうお話をしたんですけれども、それぞれの、具体的な説明も、今回、いたしませんと。概要とかぐらいだけさらっという程度になります。はい。では早速、ウェビナーの話の内容に入っていきたいと思います。ではまず、そもそも、ルッカーって何ぞやっていうお話なんですが、ルッカーというのは、一応ですね、ルッカーはデータプラットフォームだと、次世代データプラットフォームですという言い方をしています。ただ、多分あまりデータプラットフォームって言われても、ピンとこない方もいらっしゃるかと思いますので、今、この時点では BI ツールの一つと思っていただいて大丈夫です。なんでデータプラットフォームっていうのかっていうのは、この後の説明で、ちょっと、分かっていただけるかなっていうところもありますので、今はとりあえず、BI ツールの一つぐらいの認識で大丈夫です。で、原則、クラウドで動くサービス、SaaS になりますので、えーっと、ルッカーを導入しましたって、もしなったときは、インフラを用意する必要もありませんし、インストールやセットアップの作業も必要ありませんと。ユーザー名とパスワードが、管理者の方にメールで届くので、ルッカーにウェブブラウザ、Chrome とか Firefox でルッカーにアクセスして、そのユーザー名のアカウント情報を入れてログインすれば、もうそこから使い始めることができるとなってます。で、ちょっとスライドに原則って書いてる
理由なんですけれども、一応別途プランとして、お客さんが指定した場所にルッカーを丸々入れるっていうプランもあるっちゃあります。ただ、これ弊社も試したことないんですが、結構、いろいろな手順やら条件を、踏んだりクリアしていかないといけなかったりして、結構、そんな簡単にできるようなものではなさそうだったので、相当特殊な要件がない限りは選ばないプランなのかなっていうのが、まあ、私の個人的な感想でもあるんですけど、まあ、そういうプランもありますよという紹介になります。で、ルッカーの全体のこう、アーキテクチャ、まあ、全体像みたいなものを簡単にご紹介いたします。真ん中の紫色のところから上がルッカーだと思ってください。でルッカーは、SQL が発行できるデータベースが対象になってます。っていうのは、後のお話でも触れるんですが、自分の PC の中にある CSV とか Excel はそのまま使うことができません。必ず、データベースとかデータウェアハウスを用意していただいて、それにルッカーをつなげる形になります。で、ルッカーは、裏側では、そこのデータベースに SQL を発行して、得られた結果をグラフの形とかに可視化していくという製品になっています。で、作ったグラフとか、ダッシュボードは、いろいろな形で、いろんなユーザーに見せることができます。っていうのが、この図の上のデリバリーっていうところ、囲いが4つあると思うんですけど、そこに当たります。もちろん、ルッカーの画面上で、まあ、ダッシュボードとか見れるのは当たり前なんですけれども、その作ったダッシュボードを、他のサイトに、iFrame とか JavaScript で埋め込むことができます。で、普通のウェブサイトもそうですし、例えば Salesforce の特定のページに埋め込むこととかもできたりします。で、作ったダッシュボードは埋め込むだけではなくて、例えば E メールで定期的に、ダッシュボードの画像とか、その裏のデータを定期的に配信するですとか、AWS の S3 に定期的に配置するっていうこともできますし、一番右上にちょっと書いてますけど、スラック、チャットツールですね。チャットツールの、このチャンネルに定期的にダッシュボードの画像を配信するっていうこととかも、できたりします。ダッシュボードを作るだけじゃなくて、いろんな人に見せる方法も結構あるというふうになってます。で、ここまで、本当にちょっとしか説明してないんですけど、ちょっとひとまずイメージを掴んでいただくために、まず画面の方を見てもらいます。で、簡単にやることは、ルッカーでダッシュボード作ったらこんな感じですよっていうところと、そのグラフってどういうふうに作ってるのっていうところを、少しお見せしたいと思います。で、ちょっと画面変えるので、ちょっとだけお待ちください。ルッカーの実際の画面の説明に移りたいと思います。で、これが、まあ、サンプルではあるんですけれども、ルッカーでダッシュボードを作ると、まあ、大体こういう感じになりますよっていうサンプルのダッシュボードになります。まあ、円グラフがあったり、棒グラフがあったり、折れ線グラフがあったり、まあ、テキスト表みたいなのがあったりと。まあ、こういう感じで、作ることができます。で、こういうダッシュボードは、まあ、さっきもお話ししたんですけど、メールとか S3 に置くとか、Slack に配置する、Google ドライブに置くとか、そういうことができるようになっています。で、これの、枠が一個一個こうブロックみたいに積んであると思うんですけど、これの一個一個が、ルックっていう呼び方をするんですけれども、まあ、ルックって要するにグラフとかの一個一個の単位ですね。一個一個のルックを作っていって、それをこう複数当てはめていった一つのものがダッシュボードと思ってください。で、一個一個のルックはどういうふうに作られているのかなんですけれども、まあ、こんな画面で作られているという形になります。で、まあ、左にデータの項目がザーってあって、ライフタイムオーダライフタイムオーダー数層っていう、ディメンション
のカラムですとか、セッションカウントっていうメジャーですとかを、まあ、配置して、まあ、こういう棒グラフが作られてますよっていうところになります。で、これはもう作られているものなので、ちょっと逆にイメージしづらいかと思いますので、空っぽの状態から、作るっていうところを簡単にご紹介します。これ、空っぽの、ほぼ空っぽ、フィルターは設置されてますけど、ほぼ空っぽの状態の分析画面、エクスプローラーっていうんですけど、エクスプローラーっていう、グラフを作っていく画面になります。で、例えば、これ、顧客のデータがあるんですけれども、じゃあ顧客のデータの中から、じゃあ例えば男女別、性別でユーザーが何人いるのかを見たいって、例えばなった場合は、性別とユーザー数を投げればいいんですけれども、ユーザーっていうところから、まあ、性別を使うので性別をクリックして、ユーザー数何人いるのか、ユーザー数っていうのを押して、実行すると、性別別のユーザー数ですね。男性、女性の棒グラフが出てきます。まあ、ここでいろいろ見た目は変えれるんですけど、まあ、今は棒グラフが一番適切だと思うので、棒グラフにしておりますと。で、これ実は裏では、こういう SQL が走ってますよっていうものを確認することができます。だから、先ほども説明した通り、Looker はあくまで、こういう SQL をデータベースに、実行して、返ってきたデータがこれなんですけど、返ってきたデータを、可視化しているっていう仕組みになっています。はい。でも非常にシンプルな例なんですけど、基本はこんな感じです。で、もう一つだけ例をお見せすると、先ほど、ユーザー、性別別のユーザー数を見せたんですけど、今度は、住んでる国別のユーザー数を見たいってなったときは、国名っていう項目とユーザー数っていう項目を選ぶと、まあ、もちろん、国別のユーザー数が出てくると思います。ちょっと海外の名前とかだと自動的にこうやって地図に出たりするんですけど、ちょっと今は棒グラフにしてみます。ちょっと USA とイギリスしかないんですけど、まあ、まあ、何別に見たいっていうものをカラムで選んでますと。で、これに、じゃあ、国別かつ、性別のちょっとグラフを見たいとなったとします。で、今までの流れで言うと、今、国別のユーザー数のデータをもうすでに入れているので、性別っていうものを足して、もう一回実行すれば、まあ、国別、性別別のグラフがちょっと出るんですけど、まあ、単純にそのアメリカの女性、アメリカの男性みたいな感じで、若干見た目が分かりづらいですと。なったときは、この性別っていう項目を、ピボット、横に配置するようにしてあげると、まあ、さっきより分かりやすくなったんじゃないかと。アメリカの、青が女性で、紫が男性なので、まあ、視覚的にちょっと分かりやすくなりましたよね。っていう感じで、項目をピボットさせて、可視化の見た目を変えるっていうことも、できます。で、一番上にフィルターっていうところがあるんですけど、これはもうその名の通りフィルターをかけることができます。国の名前をですね、USA だけに絞り込みたいっていうふうにすると、USA しか出てこなくなるっていう、まあ、そのまんまですけど、フィルターの機能ももちろんあります。はい。で、よいしょ。でめちゃめちゃ簡単なデモなんですけど、まあ、本当に Looker でダッシュボードを作ったらこんな感じっていうイメージと、まあ、グラフ作るときは、だから左からデータ選んで、可視化したい項目を選んで実行するんだなっていう、そのイメージだけ掴んでもらえれば、いいかなと思います。で、今のデモを見た方で、多分、多くの方が、こう思ったんじゃないかなと思います。
他の BI ツールと、何が違うんやと。別に至って普通の BI ツールで何が次世代データプラットフォームなのかと、思われるかもしれません。はい。で、ちょっと、で、ここから、ルッカの最大の特徴をお話しするんですけれども、先ほど分析のグラフを作る画面、お見せしたと思います。で左に、すごいいろいろなデータが並んでたと思います。で、結構、その、オーダーとかユーザーとか性別とか国名とか、すごい綺麗に整理整頓されたデータだったと思います。で、あれ実は、データベースのカラムとか項目をそのまんま読み込んでるわけではありません。普通の BI ツールって、データベースとかテーブルつないだら、その項目の名前がそのままバーって出てくると思うんですけど、ルッカーは、そうじゃないですと。じゃあ、左にあったデータはどうやって用意しているのかっていうところが、ルッカーの一番の肝になります。ルッカーは、先ほどの、分析の画面とかで出てくる、ああいう一個一個のデータの項目はコードで定義します。で、そのコードを、LookML っていう言語で書きます。LookML は、ルッカー専用の言語になります。本当にコードなので、左のスクリーンショットみたいな感じで、本当にコードがずらずら並んでる感じなんですけども、ルッカー専用の、データを定義するための言語、YAML っていう、設定ファイルとかでよくある、使われる言語があるんですけど、それをベースにして作られた言語になっています。こういう言語を見られると、プログラミングのイメージがあるので、なんか一連の処理とかロジックを、記述するイメージがあると思うんですけど、そうではないです。何かその処理の流れを記述するんじゃなくて、このテーブルのこのカラムはこういうふうに、こういうデータですみたいなことを、コードで定義していくっていう言語になります。で、コードなので、Git のリポジトリと連携して、バージョン管理を行うこともできます。行うこともできるというか、ほぼほぼ必須になってます。GitLab とか GitHub とか Bitbucket とかのリポジトリを用意していただいて、そこと連携して使っていくという感じになります。で、もう、コードの書き方になってしまうので、もう具体的なお話はしないんですけど、イメージをつかんでもらうためにいくつか例を紹介します。で、分析の画面では、製品 A、ID っていう項目があったとするんですけど、それは実は LookML 上では、テーブルのプロダクト A、ID っていうカラムを参照してて、製品 A、ID と分かりやすいラベルを、LookML で付けてあげているっていうものになります。で、もう一つの例は、ちょっとこれややこしいんですけど、分析する側は相関スコアユーザー購入歴ベースっていう、数字の項目があったとします。ありますと。で、裏側では実は、アベレージユーザーアフィニティという名前の、メジャーという形式の項目が定義されていて、で、その項目の実態はユーザーアフィニティという項目に100かけてますと。で、このユーザーアフィニティは、テーブルのカラムじゃなくて、別のところで、さらに LookML で書いてある項目ですと。さらに、LookML で書いた項目をさらに参照して、計算して出しているという、項目になります。で、今はテーブルの各カラムとか、カラム同士の計算みたいなのを LookML で書いてるっていう例だったんですけれども、先ほどの分析のグラフを作る Explorer っていうところ自体も、LookML で書きます。もうこれ本当にもう詳しくは言わないんですけど、イメージです。左の、バスケット解析っていうエクスプローラーで、製品の詳細データを分析するメニューがあったとしたら、それは実は右の LookML で、いろいろなテーブルというか、LookML ではビューっていう扱いなんですが、それを、LookML で結合して、エクスプローラーという分析する画面を定義しているというふうに、考えていただければと思います。実際に画面を作っているわけではないんですけれども、イメージとして、全部コードで定義されているというイメージを、つけていただければ、いいかなと思います。
はい。じゃあ、LookML っていうコードを書くのは分かりましたと。で、書いて、整理したデータをクリックマウスでカチカチしてグラフを作るの分かりましたと。全体的にじゃあ、ルッカーを入れたデータ分析ってどういう感じになるのっていうのを表したのがこちらの図になります。冒頭でお話しした通り、データベースとか、データウェアハウスを用意して、そことルッカーを、つなぎます。で、つないだら即可視化するんじゃなくて、真ん中の図にある通り、まず LookML で、データを定義していきます。このテーブルはこういうテーブルで、このカラムはこういうデータと。で、このカラムとこのカラムを計算して新しい項目を作るとか、そういったことを全部、LookML というコードで書いていきます。で、書かれて整理されたデータを使って、データを分析する担当者の方ですね。この図に書いてますけど、マーケティングの担当者とかが、LookML で定義されたデータを使って、グラフとかダッシュボードを作っていくと。で、LookML でデータとかを定義していくのは、これは例えばなんですけど、データベースのことがよく分かっている方とか、データの管理している方とかが、整えてあげて、そういうデータベースとか詳しくないけど、マーケティングとかで分析するっていう人向けに分かりやすくデータを用意してあげるってやると、非常に分析が推進されやすい風にできるかなと思ってます。で、メリットなんですけれども、LookML ってやっぱりコードなので、なんでわざわざコード書かないといけないのとか、正直、最初、うってなると思います。で、もちろん、LookML っていう書き方を覚えないといけないというデメリット、あえてデメリットっていうんですけど、デメリットはあるんですが、ちょっと LookML の書き方を覚えて、それを使っていくと、コードで、一元管理できるので、同じようなデータの重複を防ぐことができますと。他の BI ツールでよくあるのが、先ほどなんかユーザー相関係数みたいな、カラムのお話のサンプルをお話ししたと思うんですけど、同じなんかユーザー相関係数みたいなものがあるのに、なんか人によって計算の仕方が違って、同じようなグラフを作ってるのに、なんか全然数字が違うと。で数字が違うと、データがどれを信じていいか分からなくなるので、そのデータに基づいた意思決定もできないし、もうどうしたらいいのみたいなことがよくあると思いますが、LookML でコードで管理したものは、そのコードを書き換えない限り、誰がそれを使っても一緒になるので、ややこしい計算かもしれなくても、LookML っていうコードで一旦書いちゃえば、そこを変えない限り、そのカラムは、その項目は10人使おうが100人使おうが、結果は変わらないと。これが結構、LookML の、いいところの一つですね。で、LookML で、えっと、分析する人に分かりやすいように、ラベルをつけてあげたり、同じようなカラムをグループでまとめてあげたりすることで、分析側の人ですね、非技術者とか非エンジニアの方でも、分かりやすいようにしてあげることで、分析する側が、分析したいデータをすぐに見つけられるし、分析する人によってデータの内容がブレることもなくなりますと。利用する人が10人なのか100人なのかっていうところがメリットですね。あとは、コードですので、詳細な説明はしないんですけれども、すでに書いてある、LookML をちょっと継承という機能があって、引き継いで、さらに追加分だけ新しく記述するっていう機能もあるので、エコな感じでどんどんデータの定義を広げていくこともできます。はい。っていうのが、今までの、ルッカーの非常に基本的な大きな流れについてお話ししました。で、ここからはちょっとその他の機能をさらっと、説明していきたいと思います。LookML はコードですので、結局のところ、詰まるところ文字です。だから、人が書いたものをコピーして再利用することができます。で、それをうまいことサービスっぽくしたのが、今映している Looker Marketplace という機能になります。こういうデータがあったとする前提で、もう LookML がザラーっと書いてあって、それをもう取り込むだけで、もうすぐ可視化ができちゃう。
っていう、LookML のブロックみたいなものがあらかじめ用意されていて、それを流用することができるサービスっていうのが Looker マーケットプレイスですね。もうすでに出来上がっているダッシュボードとか、新しい可視化の表現、左の画像で言うとサンキーチャートとか、サンバーストビジュアライゼーションとか、そういうちょっと凝った見た目も、後から取り入れることができるっていう機能があります。はい。で、あと、Looker の、大きな特徴が、外部アプリケーションとの連携が非常に豊富ですと。ダッシュボードとか、Looker で分析したデータを他のアプリケーションに、なんかいちいち作り込むことなく、Looker 上のもう用意してある機能で連携することができます。ちょっといくつか例を載せてみたんですけど、冒頭でお話しした通り、Slack に直接ダッシュボードの画像とかデータ、PDF とかを配信することがまずできます。で、ちょっと特徴的なのが右下の Twilio っていうサービスとの連携なんですけれども、Twilio っていうのは、電話番号とか電話の機能を扱う、API サービスみたいなものと思っていただければいいんですけど、Looker と連携すると何がいいのかっていうと、例えば Looker 上で、お客さんのデータを分析しているとします。で、お客さんのデータで、電話番号のデータを持っていたとしたら、ちょっとお客さんの自社サービスの利用状況みたいなものを可視化したとして、ちょっとこのお客さん、全然うちのサービス利用してないから、ちょっとメッセージでフォローしたいみたいなことになったときに、Twilio と Looker を連携させてると、そのダッシュボードのお客さんの電話番号から、Looker の画面から直接、Twilio のサービスを使って SMS を送ることができる。だから、Twilio と連携しておくと、Looker 上から直接特定の電話番号データに SMS を送ったりすることができます。ちょっと、これ人によって全然そんな機能あってもっていう人もいれば、いいなって思う人、すごい分かれると思うんですけど、そういう形でいろいろな外部サービスと連携することが、Looker の特徴の一つですね。で、他にも特徴いろいろあるんですけど、もうちょっと触れておくと、別のウェブサイトにダッシュボードを埋め込むことができますと。で、一つだけ触れておくと、別のサイトにも、ログインする認証システムがあったとします。自社の SNS っていうのがあるかわかんないんですけど、そのお客さんに提供している、ログインして使うサービスがあったとします。で、ログインした先に Looker で作ったダッシュボードを埋め込んだときに、Looker ももちろんログインしないと見れないので、なんか二重の認証が発生しそうなんですけれども、それは、スキップすることができます。そのサイトのログインさえクリアすれば、Looker のログインも、終わらせるっていう設定をすることができます。さらに、Looker に事前にそのユーザーを登録しておく必要はありませんと。その埋め込んだウェブサイトの認証さえクリアすれば、そのユーザーを自動的に裏側で Looker に登録させて、Looker の埋め込まれたダッシュボードも入れることができるという仕組みにすることができます。はい。あとは API がすごい豊富で、作ったダッシュボードの裏のデータを API 通して引っ張ってきたりすることができます。はい。ちょっと今までがちょっと予定より時間かかっちゃったんですけど、Looker ってこういうサービスですよっていうお話でした。で、ここからは、Looker と他のサービスを一緒に使うとどうなるかっていうお話をしていきます。最初は、弊社クラスメソッドは、AWS の会社ともよく言われますので、AWS と一緒に使うと、どうなるのかってお話をしていきます。まず、単純にデータソースとして、データベースとして使うときに対応している AWS のサービスはこれらです。レッドシフト、アテナ、オーロラ、もちろん対応してますと。で、RDS、RDS っていうか、RDS で立てた、ポスグレ、MySQL、オラクル、SQL サーバー対応しています。で、特徴的なのが、レッドシフトスペクトラムにも対応しているので、これ図にするまでもないかなってお話なんですが、S3 に置いてあるものを直接クエリできるのが Redshift Spectrum なので、Redshift Spectrum に Looker をつなぐということは S3 に置いてあるデータを直接 Looker で分析することもできます。
こういう使い方もできますというお話です。で、データソースを打って変わって、ちょっとこれはルッカーならではかなと思うんですが、先ほどルッカーマーケットプレイスという機能をお話ししたんですけれども、その中に、レッドシフト自体の、情報ですね。レッドシフトがどれぐらい負荷かかってるとか、そういうことのデータを可視化するための、もう一連の書かれた LookML があって、それをマーケットプレイスで、何も自分は書かずに取り込むことができます。で、ここの機能は、詳しくは、弊社の、デベロッパーズ IO っていう技術ブログに記事がありますので、もし気になった方は、後で、見ていただければと思います。レッドシフト自体の管理も Looker でやっちゃおうっていうことができるっていうお話になります。で、他にも、いくつか連携できる AWS サービスがあります。最初にも言ってますけど、S3 にダッシュボードとか、グラフですね、の画像とかデータをバケット配下に、配置することができます。で、真ん中がちょっと特徴的なんですけど、政治メーカーも実は、対応してます。で、Looker で作った、データをですね、そのまま学習データとして、政治メーカーに送って、そのデータをもってして予測モデルを作ることができます。で、作った予測モデルに対してさらにテストデータを送って、実際そのモデルの精度がどうだったかっていうのも、連携して使うことができます。で、最後、一番下 EC2 と連携できるって書いてるんですけど、これ何かっていうと、リソース ID を指定して、Looker から EC2 を止めるっていう、連携機能があります。これ何が嬉しいのかっていうお話なんですけど、EC2 のコストの分析をルッカー上でしてたとして、すごいこの EC2 動かしすぎて金かかってんなと、これ今すぐ止めないと破産するってなった時に、この連携の設定をしてると、ルッカーの画面から直接ポチポチって押して、マネジメントコンソールとか行かなくても、ルッカーから直接その金かかってる EC2 を止めるっていうことができるというちょっとニッチかもしれないんですけど、そういう機能もあるっていう紹介です。で、政治メーカーとの連携はちょっと気になってる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、ちょっと今回は長くなるので割愛するんですけど、去年のルッカーのイベントで私がハンズオンを体験してきたので、そのブログがあるので、それもよかったら後で見てください。はい。で、AWS の連携に関しては以上です。で、次にデータウェアハウスのスノーフレークと一緒に使うと、こういういいことがあるよっていうお話をします。スノーフレークはデータウェアハウスですと。知らない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明します。レッドシフトとか Google のビッグクエリーと同じ仲間だと思ってください。データウェアハウスです。で、もちろん Looker はスノーフレークに対応しています。で、スノーフレークとそのデータウェアハウスをスノーフレークにすると、Looker にとって何がいいのかっていうのを、ささっとご紹介します。スノーフレークはデータを置くところとデータに対して SQL を処理する、コンピューティングが全く分かれてるっていうのが特徴的な、特徴的なアーキテクチャになってます。ですので、Looker 用の SQL を処理するコンピューティング、仮想ウェアハウスっていうんですけど、Looker 用の仮想ウェアハウスっていうものを用意することによって、どれだけ Looker のダッシュボードを、見る人がめちゃくちゃ増えて、すごいクエリが、Looker から発行されるクエリがめちゃめちゃ多くなっても、他の処理ですね、ETL の処理とか、機械学習の処理とかに一切迷惑をかけないようにするっていうことができます。はい、ちょっと右側に今言ったことが書いてますけど、他の処理に影響がないということと、Looker のダッシュボード遅いなって思ったら、その仮想ウェアハウスというもののスペックを、ウェブブラウザから簡単にスペックを上げることができますので、重いなって思ったらとりあえず上げてみるっていうことが簡単にできます。はい。で、次が、スノーフレークは、半構造化データを、ネイティブでサポートしていると。
JSON とか XML とか、最近非常によく見かけると思われている方も多いと思います。スノーフレークは JSON とか XML みたいな半構造化データをそのまんま入れることができて、その JSON とかに SQL で直接データをきれいに持ってくることができます。で、そのクエリを利用して LookML っていう言語の中にそのスノーフレーク用の関数とかを組み込むことによって、JSON とかをそのまんまスノーフレークに入れておいたまんま Looker で綺麗な構造化したデータとして整形してグラフとかが作れるっていうことができますと。要はスノーフレークと Looker さえあれば JSON とかをきれいにする別の前処理とかをする必要がなくなるっていうところが大きいメリットの一つです。こういう感じですね。もうこれもイメージだけですけど、中間テーブルみたいなものを作れる派生テーブルっていう機能が Looker にはあるんですが、そこでスノーフレーク独自の JSON とかをきれいに扱えるクエリを入れておけば、スノーフレークに JSON は突っ込んだまんま Looker できれいにデータを可視化できると。で、それを扱ったブログが、このスライドのリンクに貼っているので、後でお送りする資料をクリックして興味ある方は見てください。最後が、スノーフレークはデータシェアリングっていう機能がありますよと。他のスノーフレークのアカウントの人が、データを用意して、それをシェアしてくれると、自分のスノーフレークアカウントにもう何もすることなくそのデータを、参照できるっていう、データを本当にシェアするっていう機能があります。で、シェア元がデータを更新すると、シェアしてる自分の方にも自動的に反映されるっていう機能があります。で、これを使うと、そのシェアしたデータを Looker で分析しておくと、シェア側の、シェア元のデータは、シェアしている側の人が管理しているので、シェアされている側は、データの管理を何も気にすることなく、グラフだけ集中的に作れるっていうことができます。これは、これもブログで書いているのでよかったら見ていただきたいんですが、スノーフレーク上に、今猛威を振るっている新型コロナウイルスの、データをスノーフレークに配置して無償でシェアしている企業があるんですけれども、そのシェアされたデータを、我々クラスメソッドのスノーフレークにシェアして持ってきて、それを Looker で可視化したっていうブログになります。で、コロナウイルスのデータはその企業が毎日更新してくれているので、もう我々はダッシュボードを作るだけで、毎日見たらデータが更新されているっていう、ことができるようになっています。これが、スノーフレークとルッカーの、いいところの3つ目になります。はい。でスノーフレーク用の、コストとかを測定するマーケットプレイス用の LookML もあります。はい。で、AWS スノーフレークと、連携の説明をしてきました。で、ここからがちょっともしかしたら、一番聞きたいと思っている方もいらっしゃると思うんですけど、タブローですね。よく、ルッカーも最初私 BI ツールと思ってくださいって言ったんですけれども、BI ツールといえばタブローだったりします。だったりするというか、そう思われている方も多いと思います。で、タブローとルッカーってどう違うんですかとか、どっちがいいんですかってよく聞かれるんですけど、ちょっとそういった話を、ちょっと最後にしたいと思います。で、私の個人的な主観が強かったりするので、これが絶対というわけではなくて、参考として聞いていただければと思います。先に結論から言うと、タブローとルッカーは一概にどっちがいいっていうものはなくて、それぞれタブローが向いている組織とルッカーが向いている組織、会社があるので、自分に合った方を選んでくださいっていうのが私の考えになります。当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけど、その理由を言っていきますね。先にタブローっていう BI ツールの、特徴をおさらいしておきますと、タブローは別に SQL 知らなくても使えます。で、しかもめっちゃ綺麗なグラフが SQL とか何にも知らなくても作れます。で、対応しているデータめっちゃ豊富です。Looker と違って自分のパソコンにある Excel とか CSV をドラッグアンドドロップしたら即可視化が始められます。で、表現の自由度はすごいですと。ただのグラフだけじゃなくて、なんか
わざわざそれが、なんか画像編集ソフトで作ったのみたいな、インフォグラフィックみたいなものも、タブローだけで作れたりします。で、一応作った、そういうタブローのビジュアライゼーション、ダッシュボードとかは、そういう管理する製品が別にあって、タブローサーバーとかタブローオンラインっていうものがあるんですが、それで管理していきますと。ただ、結構タブローサーバーとかタブローオンラインを使われている方で、ダッシュボードがもういろんな人が作り始めると、もう何が正しいダッシュボードかわからなくなって困ってるっていう、ユーザーさんも、いらっしゃったりします。まあ、オレオレダッシュボードが、めちゃめちゃ出てきてどうしようみたいな方もいらっしゃったりします。で、もう一回繰り返しになるんですけど、タブローの、可視化能力は、極めて強力。今スライドに映してる、これも、なんか画像編集ソフトとかで作ったわけじゃなくて、タブローで作られています。はい。すごいですよね。多分こんな見た目はルッカーではできないと思います。その代わり、作ったダッシュボードを管理するっていう面で見ると、これはもう極端な例なんですけど、スーパーストアっていうダッシュボードがなんかいくつも増えてて、どれが正しいんだとか、なんか、このスーパーストアというダッシュボードと、スーパーストア2020 5月15日修正版で微妙に数字が違うぞ、どっちが正しいんだとか、ちょっとそもそもどれが本当の正しいダッシュボードなんだと混乱するケースもあったりします。だから、タブローの管理がいけてないとかではなくて、油断するとああなっちゃうというところがある反面、データビジュアライゼーションという面では、他のツールよりも優れていると私は思いますので、要するにタブローはデータビジュアライゼーションが一番の強みという考えになります。逆にじゃあ、ルッカーのいいところはどこなんだっていうお話になるんですが、先ほどもお話しした通り、コードでデータを定義するので、人によってデータの内容が違うっていうことを防ぐことができます。で、いろんな10人使おうが100人使おうがデータがずれないようにできます。だから、オレオレダッシュボードみたいなのを抑制することができます。で、Excel とか CSV には対応しないんですけど、要は普通のデータベースとかデータウェアハウスは一通り対応しています。これ、逆に悪く言い換えることも実はできて、逆に言うと、コードで定義できるっていいよねって言ってますけど、逆に言うと、そのコードの書き方っていうのは、もちろん学習が必要になります。覚えないといけない。で、LookML っていうのは、SQL が分かってたら、スッて理解できるんですけど、SQL を勉強したことがありませんっていう方が、LookML を書こうと思うと、ちょっと大変かなというのが私個人の感想であります。で、LookML でデータを定義するっていうことは、その裏側のデータ本体がどういうデータなのかも分かってないといけなかったりします。で、そもそも、じゃあ LookML でこういうデータをこういうふうに定義しようって決めるためには、そもそも何を分析したいのかっていう要件を決めておかないと、書けなかったりします。自動的にずらーっと、テーブルとりあえずカラム全部ドーンっていうわけにはいかないので、要は要件もちゃんと決めて、データの仕様もある程度分かって、SQL も難しいことは知らなくていいんですけど、基本的なところは知っておいた方が良かったりするので、使い始めるまでちょっと大変かなという面は確かにあります。で、Excel や CSV に対応してないので、必ずデータベースとかデータウェアハウスを用意しなければいけないという、デメリットもあります。ただ、これらのデメリットなんですけど、本当はですね、このデメリット、本当はデータ分析において実は必要なことなんですね。ちょっと待ってくださいね。例えば、本当はデータ分析は SQL も分かっている人が本当は必要ですし、本当はデータの側の仕様も分かっておかないといけないですし、なんなら分析したい要件というのは本当はちゃんと決めないといけないと思います。闇雲にテーブルを、のカラムを適当にグラフにしたところで、データ分析の本当の活用っていうのはできないと思いますし、データ分析をどんどん推進していくんだったら、Excel や CSV でいつまでも管理するわけにはいかないですと。ちゃんとしたデータベースとかデータウェアハウスを
用意して、その上で運営していくと。本当にこのデメリット、データベースを用意しないといけないとか、LookML を覚えないといけないっていうのは、LookML はさておき、データ側の仕様とかも分かっておかなきゃいけないっていうのは、本当はデータ分析において必要なことなんです。つまり、ルッカーっていうのは、ルッカーを使おうとすると、なかなか強制的に、あるべきデータ分析環境を強いられるんですよ。Excel や CSV のまま放置してたまんまだと、ルッカーっていうのはそのまま使えなかったりするので、強制的にデータベースを用意せざるを得ないみたいなことがあります。つまるところ、ルッカーっていうのは、ある意味、あるべきデータ分析を強制ギプスみたいな風に私は捉えています。もう、ルッカーを入れるイコール、もう、ちゃんとしたデータ分析環境を用意せざるを得なくなるので。ですから、これらをまとめると、ちゃんと組織として複数人、10人、100人でデータ分析を進めていくっていう計画がある、計画とか予定とかがあるっていう組織は、ルッカーの方が向いてると思います。逆に、そんな全然組織だった計画とか何もないですと。っていうか、そもそもデータ分析するのは、今会社で俺一人しかいないし、データベースもないし、今手元にある Excel とかを一刻も早くグラフにしないと、ダメなんですっていう方は逆にタブローをお勧めします。っていうのも、ルッカーの LookML のメリットって複数人で使うことによるメリットが大きいので、ルッカーを一人で使ってても、実はルッカーのメリットって享受できないと思います。ですし、なんか一人で Excel のデータを一人しか使わないのに、Excel のデータを大層なデータウェアハウスに入れてもどうかなって思うので、とりあえず、そういう方、2、3人とか1人で、とにかく CSV しかないけど、さっさと早くグラフを見せて、他の経営者を説得しないといけないんだっていう方は、タブローの方がいいと思います。で、繰り返しになるんですけど、いや、そうじゃなくて、うちはちゃんと組織としてデータ分析をやっていくんだという方は、ある程度、ちゃんと LookML 勉強しようみたいな腹をくくって、ルッカーを入れていただくのがいいかなというのが私の考えになります。はい。ちょっと後半急ぎ足になっちゃったんですけど、今日お話ししたことをおまとめします。ルッカーは BI ツールなんですけど、LookML でデータを管理していく、定義していくので、データプラットフォームっていう名称の方がいいかなと思ってます。LookML っていうコードでデータを定義するっていうのが Looker の特徴になってます。で、AWS とか、Snowflake と連携すると、より強力なデータ分析ができます。で、タブローとは、強みがそもそも違うので、競合するんじゃなくて、自分とか自分が所属している組織がデータ分析をどうしていくのかっていうのを、ちゃんと見て、どっちがいいか選ぶっていうのが一番いいかなと、私は思います。っていうのが今日お話ししたことです。ルッカーはじめの一歩のウェビナーは、これにて終了となります。ご清聴ありがとうございました。